これはシステマなんでしょうか。さらに言うとここの足も離しません。ありがとうございます。はい。じゃあ最初白川先生にからしなります。はい。お願いします。ちょっと待って。この偉い人がですね、格闘でこんなことやらないですよ。なのでこう武器持った時にすごいいいんですよね。次に持った時にこれがちょうど軸に返してるので、さっきより緊張が走ってるので効くんですね。でそのまま持ったままこれうつ伏せでその手首1回持ったのを外さないと、ここでもまた小手返しになる。ここで手首を返す。ゆっくりね、こう来たら受ける。そして1回持った、ずっと持ったままで今の手首を返す。小手返しで、大事なのは投げて終わりじゃない。投げて離したらこう相手に切られたらずっと持ってるんです。で反対手を合わせた手を肘、ここでまた手を働かせてうつ伏せになる。でそのまま手首持ったまま、見えやすいこっち側で入る。反対側見えやすい。向こう側に入る。からそのままずっとこれ外したらダメですから、軸になってはもう合わせた方の手を外して、それからうつ伏せます。でそのまま手首決めたまま、大丈夫ですか。さっきとも同じやつでずっと持ったまま相手をうつ伏せにしていく。じゃあちょっと北川先生がナイフ準備していただいたナイフまでやってみましょう。突きに対して手を下に入れます。ですぐこのまま刺さっちゃいますよね。すぐ両手添えて引っかかった状態で刃の方を相手の脇腹に入るようにすると関節が本来ここから打つように見ると当たらないようにまずで下に手をで脇は見るだけで関節が走るので、決まったまま相手がついてくるに対してまず手を下からで反対の手をで脇腹をしながら前にというと勝手に体が動くので、ゆっくりちょっとここまでやってみましょう。難しいの？最後。すごい持ち方が違う。さっきこうやってたのが出し方です。こうなんです。それは生かす。俺は動けない。俺は生かす。そうね。これも受けない。一緒にお願いします。
これは痛いです。これって全然違うんですね。さっき下からこうやって持ってたら全然なんかああなって感じだった。これは痛い。痛いっすよね、これ。でもここまでは大丈夫なんですけど、こうなった瞬間に、ああ、そうです。そこになる前になるの全然なりしない。ああ、確かに確かに。この辺りで多分対処しないと、もう飛べるな。ゆっくり前転させてもらっていいですか。多分軸が上すぎて、上すぎて飛べないんですよ。軸が。多分めちゃくちゃ跳躍力がある。ここで飛ばないといけないです。ああ、なるほど。脇くぐられる前から一緒にこうやってくるぐらい。僕が多分して、本当にしか合わないと無理ですよね。多分なるほど。背中についてくる。ここですね。ここじゃないと無理です。くぐらせないぞと。ちょっといいですか。何投げですか。手法投げですか。破り研究。ただ無理ですね。こんなスピードやられたら無理ですね。巻き込みながら足技で倒すとかできたりとか。いや、厳しいな。足の間に入れちゃったんですよね。カポエラだとやらなくはない。これでどうする？来てもらっていいですか。はい、北川先生来てもらっていいですか。映画でやりましたよね。角度の間違い結構危ないので、映画でこのシーンがあったのを覚えてます。こうやって、これで肩決まってるので外したっていう。なので今日劇場でご確認ください。それがその慶応スペシャルになる。そう、それが慶応スペシャルなんですけど。で、合気道は最初に練習した受け身が大事なので、投げられた時にちゃんと受け身を取る。で、関節決められた時に動かないとすごい痛いので、関節決めた時に自然に体が動く人っていうのは痛みを逃がしているので、それも反応なんですよ。こっちに動けば痛くないし、これが止まっていくと痛いので、投げはちゃんと受け身を取ると痛くない。関節は決められている方に動くと痛くなる。で、体が固まらないで柔らかくすると痛くなく膝をしまう。あと相手の力の流れを覚えるっていうので、合気道は相手の力と力がぶつからないように相手と調和する武道なので、ちゃんと稽古すると手首も柔らかくなりますし、相手の力の流れもよくわかるので、ぶつからない平和的な武道なので、そこをちょっと皆さんに分かっていただければ大変嬉しいと思います。ということで今回は合気道を指導しました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は寝技やろうかなと思います。でちょっとまあシステムではまずサバイブというのをテーマにしてますんで、なので最悪の状況を知っておくっていうのが必要なんで、ちょっと座ってもらっていいですか。向こう向きに。まずは一般常識ですね。これはまあみんな知ってるだろうという前提で一応確認なんですけれども、正しい首の締め方というのを首が締まるメカニズムっていうのは2通りあって、1つは頸動脈が締まる、もう1つは気道が締まる。で頸動脈と気道ではちょっと締まり方が変わってくるんですね。
まず頸動脈の方は、いわゆるリアネイキッドチョークでやりますけども、こうやって肘が顔のこの3つのライン、顔の正面のラインと肘の先頭がまっすぐになるようにして、こうやって締めてあげる。要は首ってこう三角なんで、その三角の角にこの肘を合わせてあげる感じで、この腕の力で締めようとすると筋肉が浮いちゃって隙間が生まれるんですね。そうすると密着しないから、こっちはもうなるべく力を抜いて当てがって、それで後頭部をこう押し当てていく。でこの場合、こっちで締まる場合は結構気持ちよくスッと落ちる感じなんで、苦しくなかったりします。なので本当にね、落ちるときは昼休みの後の5時間目眠くなって落ちるじゃないですか。あんな感じなんで。なのでちょっとなんかのぼせた感じがあったらその前兆だから、もうすぐタップしてください。一回やりましょう。やんないですよね。でこれだからこっちの手でグッと締めるんじゃなくて、この後頭部をこうやって押さえてみたいな感じ。で結構やりがちなミスが、体を丸めちゃうと背中の後ろ側に隙間が空いちゃうんで、ちゃんとこの首を後ろを固定してあげるような感じ。これ一つの原理です。まずその頸動脈が締まる感じっていうのをみんなで。みんなで頸動脈締めようみたいな感じ。やってみてください。はい。危ないから。これ1号のエグですよね。これやばいです。早いですね。僕がやったらちょっと絵が。これはやばい。落とさないでください。いただいて。あ、やば。こういう感じです。おーす。落ちます。落ちます。太いしね。はい。もう一つは軌道を締めるやり方は苦しいです。男性だとここに喉仏がありますね。それにここの骨があるじゃないですか、頭骨の出っ張り。そこを引っ掛けて、この手じゃなくてこの手を使ってグリってこう喉仏をこうやってやると、これはパームオンパームっていうやり方なんですけど、ここで手のひらと手のひら組んでるじゃない。さっきはここまで入れましたけど、今度はここの骨の硬いところ、頭骨のところが喉仏に当たるぐらいで大丈夫。どうですか。やばいっす。で実はこのやり方ってすごい汎用性が高くて、ここの硬い骨を使うと別に顎が入ってても顎の骨が決まる。あるいはこういうところでフェイスロック的にここのところでこれも顎の骨と首の骨が決まったりするんで、いろいろ使えるんですね。だからアキレス腱固めをここでやったりする人もいるし、大丈夫か。こういうところを使って今ここ当ててるわけですね。それでこのやり方だと関節決めてなくても結構痛い。今関節決まってないんですけど、足の痛いところにそういう感じで人体を知るっていうことはシステマですんで、やってみてください。柔術ではないです。じゃあこの喉を締めるやつ、気道を締めるやつ。はい。
移動を締めるやつ。やばい。よくないです。よくない。顎引きたいです。そうですよね。やっぱりこうするとこれでもこうしたら痛い。俺こけてるからもう絶対顎開くぐらいです。木田さんもう一回お願いします。もう一回入れます。おそれだけ。これ耐えれない。耐えられない。これ耐えられない。足もお願いします。足もお願いします。足もやりました。これ3本の人が好きな肝型なんですよね。こうやってここのところこう痛い。これ関節決めないストローク。ただただ痛い。ただただ痛い。おお。これはシステマなんでしょうか。伸びると折れちゃうから、こうやって体の方に緊張が伝わってるわけじゃないですか。こういうふうに関節技っていうのはこうやって一個ずつ関節伝わってくるんですよね。だからこれを途中で止めると関節技になると。だからこれが伝わらないようにしちゃうとこれ折れる。折れる。だからこれが緩いと逃げられる。すごいですね。なんか密着感な。手はそんな使ってないですよね。体の力でもなんか密着感あるんですよね。もうなんかここ入られた時になんかすごい体に密着してる。嫌な感じです。密着してる方が力がいっぱい伝わるから。その密着がシステマの身体操作なんですか。はい。その密着がシステマの身体操作。そうです。あくまでも身体操作はシステマを使った腕十字ですね。システマだそうです。今日は白鶴拳ということで、足の動きを、主にやりつつ、力で時間があったら無知拳と、融合して相手の、パンチを避ける反撃に移るとか、人差し指が相手の方を向くようにです。お膝と親指の位置は一緒でほぼ正面です。ほぼ正面です。ブロック右に受けるようで、さらにブロック左手大丈夫そうみんながこれがただこうやってるように見えてるんですけど、すみませんです。これが応用になるとパンチです。これがっていう、ここも受けなんですね。受けでパンチ、こっちもこれ同じなんです。これ同じなんです。こう入っている人に対してこう入っていったりとか、頬を入れるとこっちに入り込みながらこう入る。ありがとうございます。すいません。大丈夫です、大丈夫です。頬を入れるとこう横の角度に入る。白鶴拳は角度を攻めるので、すいません。こうなったらここでこうというよりもここから入ってくるんです。でパンで
ここもまた聞いてきもそうですけど、もう見えないところに潜り込んでしまう。でここから実際ここからこういうすいません大丈夫ですこう技がいろんな速さ、いろんな技があるんですけど、まあ、こういう状態でも相手がパンチを打ってきたら左打ってきたらこう入ります。まずここだけこう来たらこう入ります。でここだけのところで今ここの最初の入りだけよ。で戻って反対最初の入りよろしいですか。わかんねえ、合ってるのはい先生、はい先生、お願いします。先日お願いします。小木先生にやられ役でいいです。はい、それはまず避けます。はい入ります。はい避けます。ここに入る。はい1、はいスースーはい、でこれがお手伝い入るとこのまま入る。はいこうしたね。最後にスッと避けたらこのまま入る。でこれが入りすぎるとこう入る。こう入るのでとにかく避けて近づく。この手は今これで打つのはこう来たらこっちにこれを必ず実はこう打つと見えないんですよ。そういうことなんです。こっちから見ていいですか。北川先生がこう来たら、こっちに入るんですね。もう一回です。完全に脇の下にそうなんですよ。見えないんですよ。脇の下から何されてるか。ちっちゃい人が入ってる。おお、そうだから今見本って見せられても見えない。これ何やっても見えないんです。見えないところに入ってる。確かに。これすると、もうこの辺入ってると腕に隠れちゃう。まず避けたら相手に入るんです。これほとんど相手のスピードを見てます。これでこれ返してるんで、もうそしてさらに言うとここの足も離しません。離しません。これでリラックスなんで。でさらにこれがこう入りすぎると今度こっちですね。はい。でより入りすぎると今度こっちに入る。とにかく避けてから相手に入る。で今この打ち方の途中なので入ったら OK で私の癖でついね相手が避けられないように足を踏んじゃうんですけどこれしなくていいですね。するとここからこう入っていってあと好き放題みたいなちゃんとこれをまずスッまた踏んじゃった踏まずにスッ入る。それに対してこの手がこう入る。よろしいでしょうか。どうぞ。まず避ける。楽しかったですか。まあこんな白鶴拳の触りでございました。興味があったらぜひ一緒に白鶴拳やりましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これからここまではウォームアップだから。もうだいぶ引いたもんですよ。いや全然。これから行きますよ。チームブラジルポスターを受けたいです。なるほど、カウンターを見たい。お願いします。どうぞ。皆さん本日もお集まりいただきまして今日もありがとうございました。楽しめていただけましたでしょうか。はいはい、お願いします。はい、
ですね、今日またいろんな武術体験していただきましたけども、また機会があったらこの名古屋で先生方をお呼びしてセミナーを開けたいと思っております。でまた今日ね技を習った後でまた映画を見ると違った目線で見れると思うので、またいろんな目線で見ていろいろと技を研究してみてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。スタミナ稽古でスタミナの伸び率を最大化するためにとても大切にしていたことの3つをお届けしたいと思います。追い込み稽古の方法と注意点、具体的なメニューについてお伝えしたいと思います。初心者や中級者の場合は筋肉に送れる酸素量を増やすために行うのであれば